で去年やった、千葉県市原の、南房総のアートミックスの中では訪山っていうところで、非常に小さな集落なんですが、そこの古道を直すとか含めて、その地域が浮き上がるような仕事をされているとか、そういうことをやっている。で非常にいろんな形で面白いその地域を明らかにしてくれるわけですが、今度その十日町でやられる七和っていう地区ですかね、そこでやろうとしていることについてちょっと説明をしていただきましょうかね。まだ模索中なのでうまく説明できるか分かんないんですけども、七和地区がまた僕としてはちょっと面白いところで、このキナーレから1キロぐらい、そうですね、歩いて行けるところなんですよね。すぐ近くで、いわゆる、十日町で使うとちょっと違和感がある言葉なんですけども、ニュータウン新興住宅地の地域なんですよね。でもともと田んぼだったところが60、70年代ぐらいに一気に開けて、割と十日町の人だったり外からの人も住んでいるんですけれども、十日町の人はいろんな集落の次男三男だったりする人たちが新しく住み始めたっていう地域で、なので歴史的にはまだ40、50年ぐらいで、だけど全く新しい人ばっかりじゃなくて、十日町の自分たちの土地のことを知って入ってくるので、小正月の行事だったりとか、そういった十日町の風習っていうのもそこの地域なりに新しく作ってるというかところで、それでその新座っていう地区が古いところだって、そのすぐ下の、そうですね、新座っていうのは北北線でいうと、あれ北北って北北線だね、一つ隣の駅ですね。のところで、割とその元気な方たちが集まっていて、で公民館がその七和地区にあるんですけれども、そこの公民館が不自由でいろいろしきたりがあるから、ルールがあるから使いにくいってことで、地域の人たちが自分たちでお金出し合って古い工場跡を買い取って、自分たちの防災センターとして、自由に使えるようにっていうふうに使ってる場所が今、会場になるっていう。だからそれがだから愛着あるんだ。そうなんです。要するに自分たちの施設公民館みたいな感じで彼らはそこ活用してて、なので中越の地震の後に、災害の意識が皆さんすごい高まった後、年に1回お正月に一晩そこで明かして、自分たちで防災訓練をしてカレーを作って米まで炊いてやるたりとか、あと狩猟をされてる方とかも結構いるので、狩猟って獣のでイノシシとか鹿を捕まえてそこでみんなで食べたりとか、結構その街中とは思えない活発な活動をしていて、であとは冬の雪まつりもとか夏祭りにも力を入れて、結構地域の新しい新興住宅地だけども、そこのネットワークを作るってことにかなり力を入れてじゃあもういるところですね。タフでなんかやっぱり地元に対して非常に愛着があると。かなり、そっか、よくわかりました。自分の主権をちゃんと持っているっていう。なるほどね、よくわかったなのでそこのリーダー的存在の人は自分たちのことを自治国だって言ってて、だから十日町の言ってるルールに対しても一個一個主張していくし、自分たちが正しいと思っていることを実現するための場所としてはそこの防災倉庫があるみたいな。まあね、そこでやるわけですね。そこでだからその彼らのそれでこの前もちょっと話したんですけど、その雪まつりの雪像が彼らにとってのちょっと一つの象徴になってて、でそれ自体はいろんな意見はあるのかもしれないんですけれども、そういった彼らの自治国というか自分たちの公共の場所を作るっていうのと、あと雪がやっぱりそのすごい密接につながってるなってやっぱりここに来ると
よく感じて、それは中心市街地でもそこは感じて、というのもさっきの千葉だとその里山があって、その山に最初薪を取りに行ったり、田んぼがあったり水を取ったりって、みんなのその共有地として山がそのみんなの場所として藁があったり茅があったりって言って、なんていうんだろう、中心の存在として、回ってたんだけども、それがなかなか現代になっていくと燃料革命で崩壊していくけど、雪国はその雪はまあ燃料にはならないんですけれども、その山みたいに続くこうちょっとコモンな場所として、絶対みんなで除雪しなきゃいけないし、そうですね、雪を使ってお祭りをしたりもできるし、なんかそういう地域をつなぐこう媒介物にすごいなっていて、この年月が経てば経つほどその意味がより強くなってるなっていうのが感じて、でそれとそういうものとこの新興住宅地もつながってるっていうのが僕の中では面白くて、僕びっくりしましたね。古いところだったらそのコモンっていうのがずっと残っていて、だからみんな本当に自分の命と同じぐらい地域っていうものを守ることに対して本当に協力し合いますよね。でそれはずっと思ってきたことですが、新興住宅地がそうだっていうのは本当に驚きました。なのでそれをなんか象徴するようなこうちょっとものを作れたらなっていうのが今のプランですね。でこの間この地域で、いろいろ関わってきて、そのコミュニティっていうかね、その強さみたいなことの意味っていうのがだいぶ分かってきて、それが今要するに地域が割と崩壊してきちゃってるから、その時にその具体的土地じゃないコミュニティっていうのはどうあるのかというふうなことが新しいちょっと形になってきてますね。だから今ワーケーションとかそういうことを言ってるのも、新しいコミュニティの在り方みたいなことを社会とか企業が割と考えてきてるというふうに思います。でこの越後須磨ではその具体的なコミュニティっていうのはまだあって、それが本当に排他的じゃなくてプライドを持った自治国はいいんだけれども、でそれがいい形でどうできていくかっていうのが課題だと思います。で深澤さんがやられてる仕事っていうのはそういう意味で今すごく大切な物理的な空間だけではないその歴史的生活的空間っていうことの中で美術がどうありえるのかというふうな形になってて、それがどういうふうにこうなっていくかって僕はものすごく楽しみにしてます。ですから越後妻有のいろいろな場所も深澤さんが先ほどの民族博物館になるような形で見えていくっていう、そういうのがいいと思うし、そういう場所を僕はやっぱり見れるような場所を探していきたいというふうに思ってて、非常に楽しみにしてるというふうなことですが、今日はそんなところで。